それはお前世の中でお前はそれ諸先輩方に謝れよそれ。これはまあ本当に例だったりとか秀樹さんの未来のことでしかないですよ。理想と現実の差がすごいな。相当優秀だと思ってる。でも俺はホスト業界の中ではなんだよ。答えはホスト業界外にある。そもそもオーディションでそのおもちゃみたいなやつ入れるからでしょ。これまで新人の退店者続出から一個一個やるんかじゃ新旧キャスト間での確執、古参メンバーをめぐる問題が後を絶えない芝。あれから芝の調子はどうですか？そうですね、旧ミストのレイとか湊とか直人とか、まあそこら辺でなかなかすぐじゃあ仲良くなりましょう、仲良くなるのは難しいですけど、ハクとか、まあ、秋とか、まあ、ユウタとかのおかげで、まあ、いい感じにこうまとまってきて、でそこに葵だったりイオだったりが、まあ、入ってで全体でまとまってじゃあ一つのところを目指していこうという形になってるんで、最初のミストの時と比べるとはるかに良くなったと思ってます。まあ今客数めっちゃ増えたんですよ。あ、そうですよね。今までのもうミストの数とは7、8倍ぐらい違うと思うんですよ。だいぶ違うと思うんですよ。でその分オペレーション超大変じゃないですか。だからもうがっつりとオペレーションの教育だったりとか埋め込んだんで、内勤者の能力自体もめっちゃ上がってると思います。はい、今まで内勤者結構バラバラだったり、意思がどっちの方向を向いていいのか分かんない状態だったんですよ。それがもう自分ががっつり入って自分が頭になって、どんなに不平不満があろうがそれを実行してくださいに変えたんですよ。ちゃんと意味があってやってて、リリオンでもちゃんとそれを成功して、リタでも成功して、それを千葉でも成功させたいんで、その培ってきた経験だったりとかこれから来るだろうと思うことを全部落とし込んでデータ化して教えてるんで、その間違いないから全部やってくれと。なんで方向的には運営内勤者が全部同じ方向を向いてるってことです。本当に芝として改めてやっとスタートできると思います。だからめっちゃいいコンビじゃない？だってレイついて俺ついて今だに仲悪いからね。ねえ、でもさ全く見えないでしょ。なぜか分かる？プロだから。プロだから。そう。今日喧嘩しないから。そう。だからいてくれたら喧嘩しないからいて。やっぱり一木さんの影響力っていうのはすごいし、まあ、メディア力っていうところ、ずっとミストの時からの課題だった初回数とかっていうのが通常の営業日からえぐい数入ってたりとか、やっぱありがたっていう気持ちしかないかなと思ってます。めちゃくちゃ良くなってきてる印象があって、キャストも新しく入ってきた子たちも今残ってるメンバー定着しつつあって、ヘルプとかもできるようになってきて、湊さんとかにしてもヘルプもう選んでつくっていうよりはもうどこどこ空いてるから行かなきゃっていうような状況になってるんで、みんなが仕事に意欲的になったというか率先して自分たちから動くようになったっていうような印象があります。前までは、特に秀樹さんだったりすごいなんか顔も赤くなって女の子の隣で楽しく会話してるだけみたいな仕事をしてないイメージがあったんですけど、今は運営としてオンリーの卓も運営てくれたりとか、周りを見て動いてくれてるイメージがすごい感じますね。未だ問題はあるものの、軍神の手腕により芝の店舗改革は着実に進んでいた。だが7月末を迎えたこの日、また新たな火種が生まれてしまう。持って乾杯しないか。おーマジでももう本当来月からもまたみんなで盛り上がっていかないと。マジで今月も頑張ったら来月からもみんなで頑張らなきゃいけないからね。はい、ほらほら秀樹さんお酒飲んでますよね。まあ、今日は月末営業でやっぱし女の子も今月一生懸命頑張ってくれた女の子のところとかさ、やっぱ挨拶がてらじゃないけどやっぱさ顔出してさやっぱ乾杯したいじゃない。いや別にお酒飲まなくたって別に乾杯なんかできるわけじゃないですか。ただ普通にお酒なくて楽しませるわけじゃないですか。関係なくないんですお酒。いやたださ、うちらが何をじゃあ売ってんのって話やん。じゃあそれはキャストが売ればいいの。プレイヤーがやるんですよ。
でもさ女の子とのさコミュニケーションでさ距離近くなるのもお酒がさ一つのアイテムなわけいやだからそこはでもお客様と別に近くなんなくてもいいぐらいのレベルなんだ、運営っていうのは。運営がやるそれってひどくない？だって女の子と別に近くなんなくてもいいっていうのは、お酒を飲んでわざわざ近くなる人じゃなんかない。でもそういう風に離れた方がいいんですよ。女の子時代はさお酒で乾杯しましょうよとかさその信頼関係ができるわけじゃん。だからお酒というアイテムを使わないと秀樹さんはキャストとお客様の間をつなぐことはできないってことですよね。そんなことない。だからただでもそのお酒が一つのアイテムとしてあるかないかでやっぱ違うわけさ。でもそれがさ今さ何十年もさホストクラブでさ培ってきたものでしょそれ。だからそれは悪しき伝統がこのホストクラブを間違った方向に悪しき伝統がっていうのそれはお前世の中でお前はそれ諸先輩方に謝れよそれ作ってきてんだから謝らないですよ。それはむしろ俺は今ホストクラブがあんのは先輩たちのおかげだろうそれ。それを今お前が否定するのは違うだろ。先輩たちのおかげかもしれないけど先輩たちが作ってきたものでもそれを壊して新しいものを変えていかなきゃいけない、これが今のホスト業界じゃないんですかって話なんですよ。だから別にその作ってきたこと自体が悪と言ってるわけじゃなくて、ただ今この時代にそのやり方は悪になってしまっているんだから変えなきゃいけませんよって話なんですよ。過去を重んじる秀樹を全く受け入れない軍神。営業中のため話は中断。煮え切らないまま席に戻った秀樹だがめっちゃ言われたわ。まあまあしょうがない。はいよ、さっきのやつ。はいよ。秀樹さんの件なんですけど、品種の意図があんま分からなくて、そこって制限する意味が俺の中ではあんま分からなくて、じゃあ世の中で管理する人間がお酒を飲んで何を管理できるのって話じゃん。だってお酒飲んだらちゃんとした冷静な判断と感覚を持てないからで今まで見てきたからねそれをね秀樹さんの。分かるんですけど、それでじゃあ俺もヘルプしてもらってもらってるんですかみたいな、そのタイミングでいちいち呼び出して意味が俺は分からないです。それ今は助かってるからでしょ。でその個を助けるのとやっぱり全を助けるんだったらやっぱ全体を助けなきゃいけない。個がホストクラブではないからね。個ではなくて全体的に生産性を生んでみんなが幸せになれる環境をちゃんと作っていかなきゃいけない。秀樹さんじゃ何してるのって。俺からしたら何かしてるわけでもない。戦略や戦術を落とし込んでるわけでもないし。でしょ。はもう一緒にやってきて、分かるよ。秀樹さんがやってきたことは俺が一番見てる。だから俺秀樹さんと向かい合って話をしようと思ってる。そう。お疲れ。なんかまた俺の話してんの？あ、そう。俺らが売ってるのはお酒なわけじゃん。秀樹さんは売ってるものがお酒だと思ってるんですか？じゃあそれは物であってね。そうじゃなくてキャストはお酒を売ってるんですよ。運営が売ってるのはこの箱を売ってるんですよ。この芝というお店を売ってるんですよ。キャストが幸せになれる環境をいかに整えていくかが運営なんですよ。だからこそそのキャストが幸せになるための戦術だったりとか戦略を落とし込んでいかなきゃいけない。ちゃんとシラフで今日じゃあお店であったことだったり問題点を自分の中で解消して家に持ち帰ってでそのデータのもとに次の日にどういうふうなものを落とし込んでいくか月間でどういうものを落とし込んでいくか年間の売り上げ年間のことも考えていくそれをやっていくのが運営じゃないですか。でもお酒飲んでたらそれができないじゃないですか。そんなことない。できてないじゃん。できてないからミストがそうなったわけじゃないですか。でもそれは結局俺がアナログだからね。そうだから俺みたいな人間はやっぱ昔たくさんいたのよ。だから生産性がいいのは五木だって俺も理解してる。それは全然認めるし、だけど、本音で言うのは多分俺にだよ絶対に。五木じゃないよ、それは。ただコミュニケーションの仕方がただそれでお酒飲んでアナログ人間だからどうのこうのじゃないんですよ。じゃあその後の秀樹さんの未来がないんですよ。それが嫌なだけなんですよ。運営っていうのはその利益から報酬をもらえるものであってその利益を出していくこと売上じゃないんですよ。利益を出していくことが大事なんですよ。その中でじゃあ秀樹さんがちゃんと裕福に暮らしてで男の子たちにもちゃんとご飯ごちそうしたりとか全然いいよって焼肉おごるよって好きなもん食いなよって言えるような自信があって輝いている運営であってほしいと思ってるから俺はその話をしてるだけなんですよ。それ以外の何でもないんですよ。本来だったらその運営者のトップが秀樹さんであるべきだと思ってるんですよ。だから今改革として全力でそこの生産性ということに意識を持たせて運営として運営をやっていくことが大事だよって話をしてるんですよ。
これはまあ本当にもうレイだったりとか秀樹さんの未来のことでしかないですよ。もうさっきレイと話してましたけど、秀樹さんのこと大好きで、秀樹さんのことを言ったらめっちゃ怒ってたんですよ。そんだけやっぱ秀樹さんに対しての愛情があるんですよ。だからこそ秀樹さんが幸せになっていないと5年後とかになった時にレイが後悔すると思うんですよ。秀樹さんが立ち上がれない状態になっちゃってる経営者としてですよ。その姿を見てた時に俺はみんな悲しむと思うんですよね。こんだけ関係値ができてるんだったら。正直もう秀樹さんいいよってなってるんだったら俺こんなことマジで言わないんで、やっぱ一緒にやっていきたいなって思いでしかないんですよ。軍神の心から相手の幸せを願って発言する利他的な思いに話は収束する。俺はもうどっちでもいいっすよ。飲まないと飲まないでそっち側についてくんで、違うっつったら俺は別に違うなとは思うし、ルールに納得して従うのか従わないのか、どちらでもついていくというレイ。いや本当にまあ今、レイも言った通り秀樹さんが右って言ったら従いますよっていう関係値じゃないですか。これは本当にすごいなと思うし、だってレイって一番最初にミスを離れるんじゃないかなと思ってた男の子じゃないですか。その男の子がずっとミスを支えてついてきて、秀樹さんだからついていくっていう関係値を作っているんで、だからこそ秀樹さんの考えで変わるんですよ。そうね、本当あいつらも本当心開いたら、本当にいいやつらって言ったら変だけど近寄ってきてくれる男の子だしね、コミュニケーションの取り方いい形に変えて、芝を盛り上げていきたいなと思うし、それは、やっぱし俺も酒は立たなきゃなとは思うから、そこはね、こうしてまた大きな一歩を踏み出した芝。秀樹さんは頭の中で理解はしてると思いますよ。ただ急に変わったからなかなかこう受け入れられないというか、いきなりお酒の飲んだ人が飲まなくなるとすごい難しくて、今まで上手に出てくる言葉も上手に出てこなくなるんですよ。そういう不安もあって、そういうのもいろいろあると思うんですよね。ただ本人自体はレイを幸せにしなきゃいけない、このお店を幸せにしなきゃいけないということ分かってると思うんで、だからそこら辺しっかりと、秀樹さんはもう理解も納得もできると思いますけどね。だがこれは軍神にとって芝の破壊と再生のまだ序章であった。近々3店舗リディオン、リタ、芝で合同でミーティングやるんですよ。その時にちょっと提案しようかなと思ってることがあって、けども提案するかもやるって決めてます。必要不可欠だなと思ってることなんで、見ててもらえればと思います。ありがとうございます。では、3店舗合同ミーティング始めます。今回ね話し合いたいのが先月から始まった改正冬法。今ね歌舞伎町歩いてみれば分かると思うけど、看板とかが発されて数字とかも全部消されて、これについて、今後ねこのホスト業界がクリーン化って言ってる中で各店がねどう思ってるのか、ここでね全体でシェアしてどう思ってるかっていうのも、含めて話してほしいなって思います。僕は20年前にホストを始めて今とだいぶ変わりました。で法改正っていうのは、数年おきにある状態、運営としてはやっぱり常に順応していかないといけないんだなと僕は思っています。やっぱり一番大事なところが、一般社会の人たちにホスト業界認めてもらわないと存在することが許されない状況だとは思うんですよ。僕は今回の法改正なるべくしてなったなと思っていて、なってよかったなまで思ってます。社会人としてそういう部分も教育して、じゃあそれを逆手に何ができるかっていうことの方に差別化してもらえるチャンスなのかなと、すごい明るい兆しだなとは僕個人的には思ってます。すごいね考え方はいいなと思います。先陣切った知ってると思うんだよ。じゃあ今お客さんもたくさん来てるし、いろんなとこ流入してるでしょ。それなんでって言ったら、やっぱメディア見たりとか、その店舗でホスト業界のイメージが変わったとか、そういういろんなイメージがあって来てくれてるじゃん。だから俺らは今このホスト業界全体、歌舞伎町だけじゃないよ、もう日本全体の中のトップ走ってると思ってるの。売り上げの話じゃないよ、概念の話だよ。だからそれぞれの店舗がそこに対してどう戦略を取っていって、どう導いていくのかっていう部分も俺聞きたいなと思ってます。うちのお店からはそういう何か問題事が起こる、事件が起こるようなことを一切出さない。何か起こしそうなキャストっていうのの把握をするためにキャストとの距離感を縮めてすぐに把握していく。今までのホストクラブは多分女性を楽しませる教育ばかりしてきたと思うんですけど、
社会に出た時に恥をかかない、むしろ昼間の業界の人たちよりも、秩序モラルっていうのがいいねって言われるような人間作りっていうのが今リリオンで取り組んでいます。それをもっと強化しています。食事に目上の方と行った時はどうするのか、名刺を渡す時のマナーをじゃあ実際の人は正しく渡せないと思うんですよ。だからみんなで意見を持ち寄って教育の指針となるものをみんなでもう決めて教育リーダーに落とし込む教育をする。基本的にキャストとのコミュニケーションを取りながらスパンを決めて年内で固めていければと思ってます。いいですか、今回の法案に対して僕も賛成とは言ったんですけど、理想と現実の差がすごいなっていうのは思ってまして、というのも僕らの業界って、すごく悪い言い方をすれば普通の仕事ができない人が集まってきやすい体質にあると思うんですね。モラルの向上をしようっていうならば、なんなら採用基準を上げて、学歴をつけるであったり、例えばですけど、そういう採用基準を底上げしていくことで自然とモラルの高い秩序を守るルールを守る人間が出てきて、そういう人間が獲得できればいいんですけど、じゃあ今すぐ現実的にそういう人間を獲得しよう、そんなことをやっていたら競合には間違いなく勝てない。現実今どうしましょうっていうのをどうすればいいのか僕の中で分からなくて、五木さんどうお考えですか？はい、今ので答えられる人います？こういう戦略を取ってこうすればこのホスト業界の中でクリーン化もでき、かつ頭一つ抜けて、で他のホスト業界引っ張っていけますっていう戦略を今ここで言える人、これが現実。俺は運営陣は相当優秀だと思うよ。これ俺めっちゃうるさいから、多分鬱陶しいと思うぐらい言ってると。 PDCA もちゃんとやってるし、 KGI、KPI もそうだよね。そこまでやってるじゃんホスト業界あんのってないと思うんだよね。相当優秀だと思ってるの。でも俺はホスト業界の中ではなんだよ。やっぱホスト業界にいるとホスト業界に染まるんだよじゃあ今ここで俺がノンアル店舗を作りますと言うとする。成功しないと思うやつほとんどだと思う。俺は成功すると思う。俺は全部頭の中でノンアル店舗が成功するストーリーまで作ってるの、頭の中で。でもノンアル店舗を作ろうって発想出てこないし、誰も。お酒飲まなかったら店舗の売り上げ上がらない、成功しないと思っちゃってるから固定観念だよこれね。でそういうものが自分たちで作り出せないままどうやって新しいものを作っていくの、キャストたちに作らせていくのっていうところなんでね。それは今のこのホスト業界に詰まってる人たちだと俺は無理だと思う。答えはホスト業界外にある。俺はホスト業界外から来たから。リリオンとかうまくいってるじゃん、リタうまくいってるじゃん、でシモンも伸びていってるじゃん。なんで？これは予部の知識じゃないのよ。今のこのホスト業界の知識だけだったら絶対勝てないから、それ以外の知識が合わさった時絶対勝てると思うんだよね。どういうことかというと、自動車あるでしょ、自動車ね。あれは馬車という知識と蒸気機関という知識が合わさって自動車というのができてるの。ミックスなの、知識と知識の。じゃあどうしたらいい？ホスト業界に一回も足を踏み入れたことない、仕事したことない人間を募集しようと思う。内勤とかじゃ話じゃないからね。俺は社長にしようと思ってるから。それが蒸気機関だよ。でここにいるのはみんな馬車だよ。このホスト業界でのエリートのみんなとホスト業界外の知識が合わさった時に俺は自動車が生まれると思ってるからね。そしたら俺はこのホスト業界外で新しいものを作って多くの人たちの希望になれると思うから。だから本気でこのメンバーでやっていきましょう。以上で3店舗合同ミーティング終わります。お疲れです。募集したいのはちゃんと昼の世界でリーダーをやったことある人、役職をちゃんと持っていて主任課長部長だったりとか、それなりのちゃんと立場についていてマネジメントをしっかりしたことある人。夢がない人は嫌です。正直将来自分で何かをお店やりたいとか他のビジネスやりたいとか、俺は夢を叶えてあげたいんで、組織の歯車にしたいわけじゃないんで、その人生を幸せにしたいなんで夢がある人ですね。でただこれだけじゃないんですよ。自分の自店舗もそうですけどエルコレ全体もそう、もう今売り掛けしてないじゃないですか。売り掛けって実際のところ別に法律で禁止されてるわけじゃないんですよ。ただ法律がどうのこうのではなくて、ちゃんと人が幸せになれるような形にしていきましょうねって。じゃあ売り掛けで幸せになれんのって、
そこから派生する悪いこといっぱいあるよねって。今回 FF が改正されてこのホスト業界に注目が浴びてる中で、じゃあみんなフォアバースト行こうねってなってる時に、まだ他店舗で売りかけしてたりとか、金使えよシャンパンやろよっていう、そんなくたくた営業の仕方してることいっぱいあるんですよ。売りかけさせる理由っていうのは結局トップが儲けたいから売りかけさせるわけじゃないですか。だってそれ以外誰も幸せにならないんで、だからこそちゃんとそこを救いたい。そこで働いている運営だったり内勤者だったり、それをすると軽蔑されるんだよって思われてることをしたいですか、したくないよねって話じゃないですか。でも家庭持ってて、でお子さんもいて、でそこで育ってる人、そこを辞めたらもう職を失う、養っていくこともできない、不安だと思います。だからこそそういう人たちも募集します。でそこで働いてるようなプレイヤーの男の子たち、すごい不安だと思うんですよ。売り方がわからない。今までずっと売りかけだったり強制的に物を売ってた男の子たちがいきなりプエゴが改正されて、それがダメになってしまった。どうやって売ればいいんだろう。でそういう男の子たちもちゃんとそのやり方をちゃんと伝えて、じゃあやっぱ幸せにしていきたい。であと柴田の男と同じで、ホストやったことない、でも人生諦めてしまったっていう男の子、今回はその3本の矢でいきます。1本がホスト業界外の社長を志望してる人で、他のところで苦しんでる運営内勤の方々。3本目がプレイヤーの男の子たち、新規で新人プレイヤーやりたい、で今他のお店で働いてて不安になってる状態、そういう男の子たちを募集します。そうすることでトップで中間のお店を回す運営、そこで働くプレイヤー、3つが全部揃うことで折れない矢になるんで、今回はやっぱり今までとは違ったやり方したいなと。各店舗全体で取り合ってもらおうかなと。でどういうの？リリオン、リタ、芝で募集で来た男の子たちをうちの店舗に来てほしいってドラフトでいこうかなと。3店舗合同オーディションです。今回は責任持たせたいんですよね。ちゃんと幸せにしましょうね、あなたたちがって。ただ社長さんとか運営に関しては自分がしっかり入ります。でプレイヤーの男の子たちに関しては徹底的にこの3店舗で責任を持たせて取り合いしてもらおうかなと。めっちゃ面白くなると思うんで、欲しいって言っていろいろこうプレゼンするんで、この店舗たちが。だからどう君たちを幸せにするよう言わなきゃいけないんで、じゃないと選んでもらえないわけじゃないですか。その人の人生にどれだけコミットできるか、その人の人生をどう幸せにできるかなんですよ。その思考をやっぱりここをちゃんと持ってもらいたいんで、その責任も持たせたいなと思って今回この形にしてます。3店舗で合同オーディションです。入れてもらえれば。超ホストドラフト。君を欲しがるのはどのホストクラブか。欲しいと思った人材に本気でスカウトを。君を選び口説くのはリディオンかリタか千葉か、それとも軍師湊樹か。2025年改革始動。